こんにちは、若葉です。帯のリメイクでベルトを作ってみました。これは縫っていなくって切って貼るだけでできるんですよ。では早速作り方をご紹介します。この帯は中古の着物屋さんで1200円で買いました。この柄は流水紋といって流れる水を表現しています。縁起がいい模様です。流れる水は腐らないし絶えることがないということで、清らかさの象徴、魔除け、繁栄、生命力を表します。金と銀の流水紋だからとっても豪華な感じでいいなと思って買ってみました。これは縫い付けてあるタイプの袋帯です。帯の真ん中に折れ目がついてますけれども、両サイドを使うので大丈夫です。帯を広げてみると柄のない部分があったりします。ここは必要ないので切ってしまいましょう。帯の裏側に印をつけて線を描きます。出来上がりの寸法は長さ140センチ×幅10センチなんですけれども、その上下左右にのりしろ1センチをプラスします。この部分はとても重要なので丁寧にやってください。まずのりしろ1センチと10センチ1センチっていうのの印をつけて、それを140センチのところまで伸ばしていきます。140センチまで線が描けたので切ります。両サイドは三角になるように切ります。裏に貼り付ける布は140センチの長さの布がなくても大丈夫です。今回は2本に分けました。長さ70センチ×幅10センチに上下左右ののりしろ1センチをプラスして線を描き切りました。両サイドは三角になるように切ります。ここからはアイロン台で作業します。帯ののりしろをアイロンで折っておきます。ちょっと帯は厚いのでなかなか癖がつかないんですけど、こうやって一周ぐるっとアイロンをかけてください。帯の裏の白い布を剥がします。古い帯だと手で外せます。
そうすると縫い代の部分が出てくるんですけれども、ここを伸ばしてもう一度アイロンをかけておきます。裏に貼る布もアイロンでのりしろを折ってから2本になっていますので、布用の接着剤でつなげます。接着剤を塗ったら付属のヘラで伸ばして貼り合わせてアイロンをかけます。片方の端を三角にします。余分な布を切り、接着剤で貼り、アイロンをかけます。角の部分も同じようにします。帯の端も三角にします。余分な布は切っちゃって OK です。帯は厚さがあるのですごくやりにくいんですけれども、こうやって折ってみて余分な布を切って折ってみて大丈夫そうだったら接着剤をつけて貼り合わせてアイロンをかけます。角の部分も同じように形を作ります。帯と裏に貼り付ける布の三角を接着剤で貼り合わせます。帯の方に接着剤をつけてヘラで伸ばしてから接着します。そしてアイロンをかけます。これは片方だけでいいです。もう片方は最後にやるからです。続いて帯の側面を貼り合わせていくんですけれども、指に接着剤がついちゃうとベトベトになって布にシミがついちゃうんです。ですから綺麗に仕上げるコツを申し上げますと、指で接着剤に触れないこと、ヘラで伸ばすこと、ヘラで押さえながら貼ることです。
完成しました。長さがぴったりになればいいんですけども、ずれちゃうこともあるかもしれませんが、そういう時は短い方に合わせて調整してください。早速結んでみます。うまく結ぶコツは、体の前で半分に折って結ぶことです。もっと細くしたい人は、背中で半分に折って結んでください。これだともう帯だってことがわからないですよね。ご視聴いただきありがとうございました。帯で作るドレスアップベルトいかがでしたでしょうか？感想やご質問などは大歓迎です。コメント欄へお願いします。これからも帯のリメイクをしていくつもりです。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。